FX では移動平均線を使ったトレードは効果的なのですが、どの数値を使えばいいか迷うこともあると思います。そこで今回は、トレードに力を発揮する移動平均線の数値と使い方についてお伝えしていきます。FX で使う移動平均線の設定期間はいくつがいいの？ FX で使う移動平均線の設定期間についてですが、ぶっちゃけた話、いくつでもいいというのが本音です。ただし、そうは言っても、無限にある設定期間の中で何を使えばいいか迷いますよね。そんな時に使いやすい設定期間は、20から25、200といった数値になります。このあたりの期間を使っておけば間違いないです。この数値を聞いたあなたは、普通の設定値じゃん、なんて少し拍子抜けしたかもしれません。でも、普通の数値だからこそ、移動平均線の効き目も強くなるのです。これはチャートが動く仕組みを考えてみると、その理由が見えてきます。例えば、FX のチャートというのは、相場参加者の意思によって作られています。多くの相場参加者が上がると判断すれば、買いが入ってチャートが上昇していきます。逆に、多くの相場参加者が下がると判断すれば、売りが入ってチャートが下落していきます。つまり、多数決で勝った方へ、レートが動いていきます。この仕組みを照らし合わせると、相場参加者の多くが使う期間を設定してあげれば、移動平均線も機能しやすくなると思いませんか？例えば、移動平均線の期間は、50と100の2つがあって、相場参加者の人数が全部で100人いるとしましょう。そして、100人中90人が MA50 を使っていたとしたら、MA50 の方が機能しやすくなりますよね。これ以外にも、あなたの移動平均線の期間と聞いて、パッと頭に思い描く期間は、だいたいこれらの数値ではありませんか？あなたの FX を始めた時に、移動平均線について多少なりとも勉強をしたと思います。そして、その時によく出てきた数値は、20から20も200あたりだったはずです。これはあなた以外の人も同じ数値を目にしているし、実際に私自身もそうでした。つまり、広く知れ渡っている数値ほど多くの人が使っているので、それと同じ期間の移動平均線を使えば、トレードにうまく活かすことができます。このような考えから、移動平均線の設定期間は20から25、200といった数値を使っておけば大丈夫です。ちなみに、これらの数値以外にも、50や75、100といった数値も見たことがあると思います。この数値でももちろんいいのですが、一番目にする数値が20から25と200なので、私はこのあたりの設定期間をおすすめします。よく知られている数値以外を使う人は何を見ているのか。FX で移動平均線を使うなら、よく目にする数値を使っておけば、大きく外すことはないでしょう。しかし、FX で勝っている人を見ると、たまに MA80 などのあまり見慣れない数値をチャートに表示させていることがありますよね。こういうのを見ると、なんでその数値なの？と思うかもしれません。このような場合、自分がトレードする時間軸を基準に、別の時間軸に対する移動平均線を見ていることが多いです。例えば、1時間足チャートに MA20 を表示させて、これを基準にトレードをしているとしましょう。そしてこの時に、同じ1時間足に MA80 が表示させてあったとしましょう。この場合、MA80 は MA20 の4倍なので、1時間足も4倍して、4時間足に換算すると MA20 を表しているのです。よって、1時間足のチャート上で、1時間足の MA20、4時間足の MA20、この2つを見ることができるのです。このように、一つのチャートの時間軸に何本か MA を表示させてトレードをしている場合、別の時間軸の同じ数値の MA を見ていることが多いです。自分の手法から決めるのもあり、もしこれから移動平均線を取り入れようと考えているなら、自分の手法から数値を決めるのもありです。例えば、あなたのトレードが押し目買いをするトレードだったとしましょう。そのトレードの中で、勝っているトレードに対して、どの移動平均線の数値がぶつかっているかをチェックするのです。仮に、この画像の黄色丸で押し目買いのトレードをして勝っていたとしましょう。この時に、押し目買いをした場所でどんな移動平均線の数値が当たっているかをチェックしてみるのです。今回の場面をチェックしてみたところ、MA100 が
押し目で買った場所に当たっていました。そしたら、他の価値トレードにも同じことをして、どの移動平均線の数値が一番多くぶつかっているのかを確認するのです。もし、30個の価値トレードの中で、7割以上が MA100 と重なっていたら、自分のトレードには MA100 が適していることがわかりますよね。これがもし、MA25 で5個、MA50 で8個、MA75 で6個、MA80 で3個、MA100 で8個、みたいな感じで、どれも似たようなトレード数だったら、移動平均線は使わない方がいいです。こういう場合、相場状況に合わせてうまくトレードをしている可能性が高いので、そこに決まった数値の移動平均線を当てはめると、逆効果になる可能性が高いです。よって、この方法を使って、移動平均線の数値を決める場合は、30個中20個が MA100 で反応しているなど、明らかな偏りが出た時だけ使った方がいいです。また、この方法を使うときは、検証もしっかりやった方がいいです。なぜなら、自分がチェックした期間だけ、その MA が効いていたかもしれないからです。だから、長い期間で検証をしてみて、本当にその数値が効いているのかを確認してから MA を使っていきましょう。使う移動平均線の種類は何がいいの？移動平均線を使うときは、設定期間以内にも SMA や EMA といった種類がありますよね。種類に関してもどれを使えばいいか迷うことがあると思いますが、これも何を使ってもいいです。SMA と EMA であれば、多くの相場参加者に使われているので、どっちを使ったとしても効果的です。EMA の方は、反応が SMA よりも早いので、強い動きが出た時には有効です。こういう場面でのトレードが多いなら、EMA の方がいいかもしれません。もし迷うのであれば、SMA と EMA、両方を使っちゃってもいいです。そうすれば、どちらかで反応した時にエントリーすることができますよね。もしくは、このチャート画像のように、両方で反応することもあるので、こういう場合は、移動平均線の信頼性も多少アップします。ただし、2つを使ったからといって、必ず勝てるわけではないことを頭に入れておきましょう。それに、この方法を使うと、チャートも少し見づらくなるので、トレードに影響が出ることもあり得ます。移動平均線を使ったトレード方法は何がいい？移動平均線は FX のトレードをするときには役立ってくれるのですが、どんなトレード方法がいいの？こんな疑問を持つこともありますよね。トレード方法に関しても、自分がやりやすいものであれば何でもいいです。グランビルの法則を使ってもいいし、ゴールデンクロスを使ってもいいです。私の場合は、トレンドに沿ったトレードをするので、移動平均線を使っていたときは、押し目買いなどをするときに使っていました。使う移動平均線は SMA20 でした。例えば、今の1時間足チャートが次のような状態だったとします。全体の流れを見ると、上昇トレンドですよね。この時に、レートが移動平均線まで落ちてくるのを待ちます。では、この後の動きを見てみましょう。移動平均線までレートが落ちてきたのですが、ここですぐにはエントリーをしません。まずは、移動平均線で反発するかどうかを確認します。この後のローソク足を見てみると、次のようになりました。移動平均線を下へ抜けたのですが、レートが上昇して移動平均線の上へ戻ってきたので、買いを狙っていきます。この時に5分足に時間軸を落として、エントリータイミングを見ていきます。そこで、5分足に変えたところ、次のような状態になっていました。5分足の移動平均線も上に抜けているので、買いを狙っていきます。ただ、ここですぐに入るのではなく、移動平均線までレートが戻ってきて反発してから入ります。では、この後の動きを見てみましょう。5分足の移動平均線まで戻ってきてから反発していますよね。しかも、この時の1時間足を見てみると、次のようになっていました。よく見てみると、1時間足の移動平均線で反応して上がり始めています。よって、5分足でエントリーをしていきます。この時の損切り位置は、直近の安値の下になります。ここを下へ抜けると、5分足で下落トレンドが継続するので、さらに下がっていく可能性があるからです。また、1時間足の移動平均線も下へ抜けてくるので、
買いの根拠が崩れることになります。利食いに関しては、1時間足の直近の高値が意識されそうなので、その手前で利食いをします。では、この後の動きがどうなったかを見てみましょう。1時間足の移動平均線に沿って上がっていき、最後は大きく上昇していきました。あとは、これ以外の方法としては、例えば、現在の4時間足が次のようになっていたとしましょう。4時間足の押し安値を下へ抜けて、トレンド転換をしています。さらに4時間足の移動平均線も下向きになっているので、流れが下に変わり出したのがわかります。では次に、1時間足を見てみましょう。1時間足で見ると、下落トレンドになっていて、移動平均線の傾きも下へ向いています。つまり、大きな時間軸で見ると、明らかに流れが下落になっているのがわかります。ここから小さい時間軸へ変えてエントリーを狙っていくのですが、この時の15分足が次のようになっていました。15分足でも強い下落トレンドになっているので、ここから戻り売りを狙っていきます。この時に考えるエントリーとしては、15分足の移動平均線までレートが戻ってきて、そこで反応したらです。では、ローソク足を少し進めてみましょう。15分足の移動平均線までレートが戻ってきました。しかし、移動平均線ではまだ反発していないので、ここではエントリーができません。そこで、ローソク足を1本進めてみましょう。移動平均線を少し上へ抜けた後に、陰線となりました。これなら、15分足の移動平均線が効いていると見ていいです。さらにここから、5分足に変えて、どんな状況かを見ていきます。その時の状況が次のようになっていました。5分足だと、移動平均線の上にレートがいます。これだと、移動平均線がサポートとなって上がっていく可能性があるので、ここではまだエントリーはしません。エントリーをするにしても、移動平均線の下へローソク足が潜り込んでからです。では、ローソク足を少し進めてみましょう。ローソク足が移動平均線の下へ潜り込んできました。これで4時間足から5分足まで、すべての時間足が移動平均線よりも下にいることになりました。ここで売りエントリーをしていきます。この時の損切り位置は、5分足の戻り高値を上へ抜けた場所になります。ここは15分足の戻り高値でもあるので、この場所を上へ抜けると短期でトレンド転換が起きます。また、15分足の移動平均線も上へ抜けることになるので、損切りをしないと損失が大きくなる可能性があります。利食いに関しては、4時間足で見ると、目立ったサポートラインまで距離があるので、その手前まで伸ばすことができます。では、その後の動きを見てみましょう。大きく下落していきました。しかも4時間足を見ると、次のような感じになりました。4時間足の目立ったサポートまでレートが落ちて反発しています。長期足でサポートとなるような場所が少ないと、すんなりレートが落ちてくれるので、利食いが伸ばしやすくなっていいですよね。私の場合は、このような感じで、長期足でチャートと移動平均線から全体の流れを把握して、短期足の移動平均線をエントリーポイントとして使うようなトレードもしていました。移動平均線を使ったトレード方法に関しては、いろんなやり方があるので、自分に合った方法を見つけてトレードをしていくのが一番です。移動平均線はあくまでもスパイス。移動平均線は FX のトレードに役立ってくれますが、あくまでも補助的に使う方がいいです。なぜなら、FX はローソク足から作られるチャートを見ながらトレードをしている人が大部分なので、やはりチャートがメインになります。だから、移動平均線をメインにするよりも、ダウ理論や水平線をメインに使った方が安定したトレードがしやすいです。そこに移動平均線をスパイスとして加えてあげると、より信頼性が高まってトレードがしやすくなるでしょう。例えば、現在のチャートが次のようだったとしましょう。まず、ダウ理論に沿って全体の流れを確認していくと、高値と安値を切り下げているので、下落トレンドですよね。さらによく見てみると、直前のローソク足が上髭になっているのですが、そこにレジスタンスラインが引けます。よって、ここから売りでエントリーができるのですが、もしこれだけだと少し心配な場合は、
ここに移動平均線というスパイスを加えてあげます。そうすると、次のようになります。移動平均線でも綺麗に反応していますよね。こうなると、水平線で打ってくる人、移動平均線で打ってくる人、この2種類の人たちが売りでエントリーをしてくるので、より下がる確率が高くなります。よって、この位置から迷わずにエントリーができますよね。結局、その後どうなったかというと、次のようになりました。そのまま下落していますよね。このように、移動平均線を使うにしても、ダウ理論や水平線と組み合わせて、スパイスとして使ってあげると、より効果的なトレードが可能になります。移動平均線の使いすぎに注意。移動平均線を使い始めると、何本か入れた方がより勝率が上がるのでは？最適な組み合わせはどれだろうなんて思って、何本も移動平均線を使いがちです。しかし、これをやってしまうと、トレードの判断が鈍って、逆に結果が不安定になることもあります。例えば、この画像のように、チャート上に移動平均線を3本表示させていたとしましょう。この時に移動平均線を見ていると、一番上の移動平均線の傾きが下向きなので、まだ下がると感じて、売りでエントリーをしてしまうことがあります。しかし、チャートをよく見ると、戻り高値をしっかり上へ抜けているので、トレンドが転換しています。さらに、直近の流れは、高値と安値を切り上げているので、短期的に上昇トレンドになっています。ということは、ここから下がるよりも上昇する可能性の方が高いので、売るべきではないポイントになります。では、この後の動きを見てみましょう。やはり上昇していきましたね。移動平均線を何本も表示させていると、そっちに目が行ってしまい、チャートの動きが見えなくなることがあります。このせいで、せっかく勝てるトレードができているのに、それができなくなってしまったらもったいないですよね。スパイスはあくまでも、メインを引き立てるための役目です。料理もスパイスを過剰に入れたら、メイン素材の味が台無しになりますよね。それと同じことです。だから、移動平均線を使う場合は、無理に複数使う必要はなく、1本だけでも十分だと個人的には考えています。ただ、一つのチャートに上やしの移動平均線を表示させて、流れを確認しやすくするために複数使うような場合は、この限りではありません。多く使えば勝ちやすくなるかな、といった根拠のない考えで、複数使うのは避けましょうという意味です。まずは基本的なトレード技術を身につけよう。FX では移動平均線を使ったトレードは効果的ですが、その効果が発揮されるのは、チャートを読む力がついてこそです。中には、移動平均線だけで勝っているような人もいます。しかし、そういう人も実は、トレンドの判断や、反転しやすい場所を見つけるなど、基本的なトレード技術がしっかりしています。むしろ、移動平均線を使わなくても普通に勝てるけど、使った方がトレードがやりやすくなるから、スパイス的に使っているのがほとんどです。ですから、まずは、環境認識の判断の仕方、水平線の引き方、相場参加者の心理の読み方、これらのトレード技術を身につける方が近道になります。もし、これらの技術について少しでも不安があるなら、この3つの動画も参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。まとめ。移動平均線を使うときは、20から25、200といった多くの人が使うであろう数値を選んでおけば問題ありません。その代わり、あくまでも基本的なトレード技術があることが前提で、スパイス的に使うのが最も力を発揮する使い方になります。このように使っていけば、あなたのトレードをより良いものへ進化させることができると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。